セールスクラウドのライセンス費用を無駄にしない、今すぐ使うべき10機能、どれだけの企業さんがこの機能を使ってるかっていう利活用チェックシートっていうのを実は作ってたんですよね。こんにちは、システム組み立てチャンネルの大滝とシンボリと三角です。今日ね、寒いなんと外なんですよ。はい、寒い。僕ね、今日中で撮ると思ってて、中半袖なんですよ。いや、僕も今日は外とは思わなかったですね。そんな寒い中、はいテーマは暑いんです。おうまい。その心は、セールスクラウドのライセンスが高いけど、いいものなんよっていうのをしっかりと視聴者にお伝えしていこうと思っておりまして、前までね、15分間ぐらいの短尺っていうなったんですけど、今日はね、がっつり話そうと思ってて、30分、40分、50分、3時間ぐらい喋ろうと思ってて、なので、セールスクラウドのライセンス費用を無駄にしない。今すぐ使うべき10機能、合ってるよ、これ多分こっち。10機能、逆じゃない？ 10 機能をしっかりお話をしていこうと思ってます。早速、スタート！じゃあ今日のテーマは、セールスクラウド、ライセンス費用を無駄にしない、今すぐ使うべき10機能。そのセールスクラウドを話をする前に、一言僕物申したいことがあって、ライセンス高くね。高い。高くなりましたね。そう、その通り。僕が一番初めセールスソースをやり始めた時には、12,000円だったの。セールスクラウドがですか？そう。12,000、へー15,000、18,000、21,000かな。っていう風にめっちゃ高くなってるから、セールスクラウド高いけどすごいっていうのをしっかり今日この動画ではお話をしていきたいなっていう風に思ってます。で、一人当たり21,000払ってるけど、あんまり使いこなせていない企業さん、この動画を見てる方はすごくたくさんいらっしゃると思うんですけど、21,000をしっかり使いこなすとめちゃくちゃ便利なので、今日はその機能をフライク厳選で10機能をシンボリ律樹さんに語っていただこうと思ってます。お願いいたします。はい、お任せください。本来であれば、もうみんなね、セールスクラウドの機能知ってるけど、今日は役者ということで演じていきたいと思ってて、私は司会進行をしていこうと思ってて、シンボリさんは専門家ということで、セールスクラウドのバリバリの専門家ということで、こんな機能ありますせとか、フライクこんなユースケースありますせみたいなことをおしゃべりをしていただこうと思ってます。三角さんはどちらかというと、ユーザー目線で、セールスクラウド入れてるけど、あんまり使いこなしてないんだよね、みたいな方の企業の、上質的な役割だったりとか、あとは現場の目線でお話をしていただけたらなっていうふうに思ってます。はい。今日のアジェンダはこちらです。再確認、セールスクラウドのランニング費用。これだけは使わないと無駄遣い。セールスクラウド機能10選。セールスクラウド利活用チェックシート。もっと利活用するためにフライクができること。では、この4本柱でお話をしていこうと思ってます。では、早速、シンボリ先生。はい。教えてくださいと。はい。セールスクラウド、いくらになったとねっていう話なんですよ。はい。まず、セールスソースのライセンス費用、今、おいくらでございますか？今、セールスクラウドが21,000円。かっこ税抜き。税抜きなのね。税抜きだったと思います。21,000円税抜き。高くなりましたね。はい。今、価格表を載せてるんですけど、スタータースイート。よくわかんないけどさ。よくわかんないですね。3,000円。プロスイート。超よくわかんないけど、多分昔で言うとセールスクラウド P なのかな？そうですね。パフォーマンスエディションが12,000円。エンタープライズが21,000円。ここから多分未知の世界だよね。アンリミテッドは知ってる。アンリミテッドは42,000円で、エージェントフォースワンセールス。名前変わりましたよね、これ絶対。そう。なんかアンリミテッドプラスだったんだよね。で、すべてが、このセールスクラウドにエージェントフォースが入ってよっていうのが、多分この金額感だと思うんですけど、一人当たりで考えるといいよ。頑張ってね、払えば。とはいえね、組織って人数多いじゃないですか。じゃあ、どれぐらいの費用感っていうのを教えてください。10名だと、21,000円かける10かける12、1年ですね。なので、だいたい252万円。で、これが、もちろん人数に比例して上がっていくので、仮に営業組織100人とかだったら、2,520万。かかるっていう、お高め、激しめな感じですよね。で、IT ツールに投資するみたいな観点でいくと、もちろん売上がないと投資できないので、日本の IT の投資のパーセンテージって知ってます？いやー、どれぐらいだったかな。売上高に対してですか？ 3% ぐらい？そうですね。それは 3% 投資してればもういい方。だいたい 3.4% がいい方って言われてて、製造業だったら 1% って言われてます。
なので良くて 3% っていう観点だと、それは売上なので、売上に対してで考えると、売上は約20億とかないといけない。で、利益が 10% だったら、2億ぐらいだよねっていう形になるので、結構な組織でちゃんと売上を担保していないと、こういった IT ツールには投資できないよねっていう考え方になるかなっていうふうに思います。じゃあ現場目線で言うと、セールスクラウド100名の組織で、仮に営業部長三角さんだとしますよ。はい。売上高が2億追加でいるってなった時に、上進できそう。前職とか前々職で考えた時に。2億ですよね。これ入れるから2億取れるっていうところを上進しないといけないんですよね。いや、厳しそう。ね、結構厳しい戦いになりますよね。そうですよね。なのでしっかり作文も必要だと思いますし、1年間でね、すぐセールスクラウドを入れたから、ボコンって2億上がるわけじゃないから、減価償却とかで考えると5年とかになるから、最初は5000万とか。8000万、1億とかだと思うけど、最終的には2億を払ってもらって、ペイできたって言わなくちゃいけないから、5年後、少なくとも4年後ぐらいには、ちゃんと2億がいくかどうかの線引きができてるような状況じゃないといけないので。上進できないといけないっていうのはもちろんだけど、上質はどうやってそれを作り込んでいくのかみたいなのをしっかり理解しておかないと、そもそも検討できないですよね。こういう額になってくると。初期費用もかかりますからね、このランニング以外に。で、今日のこのテーマとは違うけど、セールスクラウドのライセンスをいつ契約するのっていう問題もあると思ってて、じゃあ100名の組織がセールスフォースを使うタイミングって使えるようになるっていうのが正しいから、絶対半年後とか、長かったら1年後ぐらいかかっちゃうけど、1年目の全く無の環境からセールスクラウドを100名のライセンスを契約してる企業さんもいらっしゃると思って、それもったいないよねっていうのは、違うタイミングで話はするとて、世の中一般的にはセールスフォースさんから提案が受けて、パートナー企業がインプレして3ヶ月間ぐらいになるけど、授業になるには6ヶ月間かかるから、この2520万の約半分くらい、1200、300万は使える前までに払ってしまってるっていうのは悲しいかな、現実としては。見てきましたね。たくさん見てきましたね。僕たちはそうしないように業務設計から入るんだけども、今日のテーマはセールスクラウドをよりちゃんと使いこなそうっていうことで、セールスクラウドを使ってる企業さんたくさんいると思うんですよね。多分、天神とか博多とか歩いてる時に、セールスクラウド使ってる人って言って、みんないいやつだったら手挙げてくれると思うんだよね。確かに。っていうぐらい、ちゃんと今セールスクラウドを使ってる人多くなってるので、その中で、100人ぐらい集めた時にだよ、セールスクラウドの機能、僕らが10機能あるうちに、ちゃんと8機能使ってる企業さんがどれぐらいいるかっていう観点で、しっかりこの動画を見てくださってる方にはこういう機能がある。多分知ってると思うんだよね。ヘルプページ見たらわかるから。ただ、それを具体こういう風なことを使い方があるけど、ちゃんと使えてますかっていうのをまず機能ベースでしっかりお話をしていこうと思ってます。じゃあ早速新堀さん、セールスクラウドの10機能を教えていただきたいなと思ってまして、まず何があるか教えてもらえますか？はい、まずリード、キャンペーン、商談商品、価格表、で見積もり、売上予測、契約、あとは各ワークスペースみたいな Google とか Outlook みたいなところの連携、最後がセールスパスっていうこの手がおかしいことになってますけど、10ですね。はい、10があります。じゃあこの10機能の中で、まず知らない機能ってユーザーとしてありますかっていう質問で、前職、前々職はセールスクラウドを販売してるっていう風な働き方でなかったし、今も違うと思うけど、知らない機能まずありますか？まず、セールスパス。これ、名前が知らないだけでもしかしたら使ってるかもしれないですけど、ちょっとわかんないなと思いましたというのと、見積もり。これ結構使ってない会社さん多いんじゃないかなと思ってて、私も前職でも使ってなかった機能ですね。前職はセールスクラウド。です。セールスクラウド。じゃあ見積もりはカスタマイズしてたんですか？カスタマイズをしてましたし、お客さんとかだったら見積もりだけは Excel なんだよねみたいな会社さんもいらっしゃいますよね。でも、セールスクラウドは使ってる。使ってる。21000使ってるけど、昨日は使ってない。そう。結構あるかなと思いますね。売上予測。これもなかなか使ってなくて、レポートとか Excel とかになっちゃってる会社さんも多いんじゃないかなと思いますね。じゃあそんな三角さんもいらっしゃいますが、今日はね、初めての長尺なんでね、
一つ一つ100分ぐらい喋ってもいいと思うんだよね。だらだらと。ダラダラだらだらと。ダラダラと喋ってもいいと思うんだけど、見てる人はね、しんどいからさ。うんなので、サクサクサクっと、はい機能こんなんだよっていうのを、まあ、2、3行程度で一つ一つ教えてもらいたいなと思ってます。まず、リード。はい。リードはどういう風な使い方をするんですか？リードで我々が使ってるところでいくと、まず名詞ですね。名詞は、いろんなシーンで交換すると思いますけど、これを33っていう名詞管理ツールを使っているので、スキャナーにピュンって入れると、ピュンって出てきて、データがピュンって飛んで、リードの中に入っているっていうのがまず一つ目。なので、名詞交換した情報は全部リードに入ってます。あとは、ハブスポットは、MA で使っているので、ホームページからメルマガを登録してくれたりとか、ebook、資料をダウンロードしてくれたりとか、あと問い合わせをしてくれたりしてくれると、してくれたりしてくれると、そう、してくれたりしてくれるとデータがわかるので、その情報がハブスポット経由でセールスフォースのリードにも入ってくるっていう使い方をしてます。ですって、わかりました？取引先責任者と何が違うんですっけ？これありますよね。取引先責任者は、この責任者っていう名前も良くないですよね。わかりにくいですけど、このリードが取引が始まって、じゃあいざひどいなぁ。いざ商談のテーブルに立ちますってなった時に、リードの取引の開始っていう機能があるので、これをすると自動的に会社の情報とそれに紐づく人の情報に分かれます。なのでリードの中にフライクのシンボリっていう情報があって、このデータでシンボリと商談をするっていう形で取引の開始をすると、株式会社フライクっていう会社情報とシンボリリツキっていう人の情報ができるので、このタイミングで初めて取引先責任者が使えるっていう形になります。うんちくなんですけど、なんで取引先責任者って言葉になったか知ってます？知らないです。わかんないです。僕の知ってる話で本当かどうか知らないけど、もともとコンタクトじゃん、はい英語で言うと、うんじゃあ日本語訳するときに担当者っていうとリスペクト足りなくねみたいなところで、取引先の責任者っていうリスペクトを込めてああいう言葉になったっていうのをなんか和訳した時のネタとしてあったらしいよ、だから担当者にリスペクトを入れたら取引先責任者になったっていうのは聞いた。いや、よくないですよ。私結構よく既存でセールスフォース使ってて、使えてないからどうにかしてくれっていう対応をよくするんですけど、取引先責任者をまずお客さん使ってる人分かってない。で、責任者って名前だから社長しか登録してないですとか、部長しか登録してないですとか、いや違うって言って、結構多分この言葉のあだで間違った使い方をしてる企業さんはいるかなって思います。登録しちゃいけないって思っちゃってるみたいな企業さんいらっしゃいますよね。そうです。ちなみに僕がめっちゃ喋っちゃうけど、次3つ目に商談がありますけど、商談と取引先責任者って紐付けれるんですけど、それは結構僕便利に使ってるな、便利に使ってたっていうのが正しくて、フライク社の場合にはたくさんの人と名刺交換をせずに、代表取締役と取締役と営業部長ぐらいだから一つの企業に3人ぐらいしか登録しなくていいんですけど、僕の前職のフリーとか富士通時代はたくさんの人と名刺交換をして倫理を書くみたいなところがあったりとか、一つの企業に何個も商談が同時走るんですね。なので取引先責任者と商談をちゃんと紐付けないと、この商談誰だっけっていうのは分かんなくなるから、商談と取引先を紐付ける取引先責任者の役割っていうのをちゃんと使ってたっていうのがあるので、リードはそういうことができないし、商談には紐付けれないので、リードからちゃんと取引先責任者の方にコンバートした後に、取引先責任者と商談を紐付けて、この商談のその意思決定者が誰で、倫理を回す人が誰で、最終決済者誰でみたいなのが一つ一つの商談で違うから、そういう風な使い方をしてました。取引先の会社さんが大きければ大きいほどそういうのあったら便利ですよね。どの部署と今商談をしているとか、どの案件で複数の案件が動いている時とかにそれ管理できなくなりますもんね。じゃあ続いてキャンペーン。キャンペーンもちょっと名前分かりにくいですよね。キャンペーンはそのままと言ったらそのままなんですかね。分かりにくいけど、イベントとかセミナーとか何かしらの施策を打つ時に使うっていうのがメインの機能ですね。例えばこういうイベントをしましょうみたいな時にキャンペーンのデータを1個立ち上げて、こういうイベント概要ですとかで、そこに対して多分マーケのチームとかセールスのチームが集客をしていくと思うんですけど、ここで集客してきた人の情報っていうのがリードとか先ほどの取引先責任者とかと紐づいて、このキャンペーンに対してリードの誰が申し込んでくれてるよとか、取引先責任者の誰が申し込んでくれてるよっていうのがこうバーって紐づいたりですとか、でそこから商談につながったら、そのキャンペーンから派生したこの商談だよみたいな紐づきができたりとか、あとはメルマガとかもそうですよね。メールを送った時に人の情報も紐づいているので、この人メール見てる見てないとか、その人の商談まで行くまでのステータスの管理ができたりとかっていうのをしていくのがキャンペーンっていう機能になります。ユー
ユーザーとしてご質問だったりとか、自分こういうこと使ってたよみたいなのがあればぜひ教えてもらいたいんですけど。これは結構便利だなと思って使ってた機能ではありますね。マーケティング目線だったら何件商談が受注できたか施策ごとにっていうので確認ができると思うんですけど、営業目線だったらその施策から何件制約したかっていうのを見たいじゃないですか。そういうのを管理するときはキャンペーンは便利ですよね。その中で僕キャンペーンで好きな機能があるんですけど、何と思いますか？するかとかいやいや、これね、セールスフォースしか多分できないと思ってて、僕、ハブスポットでキャンペーンの話を聞いたときに、ハブスポットできないんだって思った機能があって、親と子っていうのが、ハブスポットはできないんですね。例えば、今、うちが FI5、5期目じゃないですか。5期目のメルマガ施策ってなったら、5期目のメルマガ施策で1つくくってしまって、その下に何個か、こうキャンペーンって入れたいじゃない。っていうのが、ハブスポットできないって言われたときに、めんどくねと思って。全部結局手集計というかレポートで集計しなくちゃいけないけど、年間の集計が分かんない。そうめんどくさいなと思って、それはやりやすいなって思いました。そうですよね。ハブスポットだったらもう項目作ってレポートでそれ束ねるしか多分方法がなくて、それが最初からデフォルトであるのはいいですよね。便利な機能だなって。役割、この動画の役割ぶっ壊しますけどぶっ壊さないでぶっ壊しますけど、連携できるじゃないですか、ハブスポットとセールスソースのキャンペーンって。どうするんですか？セールスクラウドの子キャンペーンとハブスポットのキャンペーンを紐付けるか、親キャンペーンと紐付けるしかない。だからもうどっちかどうつけるかってことか。なるほど。なので両方はできないから、1対1。なるほどなるほど。なのでキャンペーンをどっちに使いますかっていうのをしっかり設計をしないとダメなんですと。なのでハブスポット入れてます、セールスフォースのリードこのまま使いますってなったら、まずボトルネックまずそこなんですね。セールスフォースの脳みそでやると親セミナーと子セミナーみたいなことは分かれるけど、ハブスポットができないからどことどこを連携するかっていうのを三角さんがこのまま教えてくれました。なるほど。そう一回ばらしてもう一回考え直さないといけないんですよね。どうやってこう管理をするグループを決めていこうみたいなところをちょっと考えないといけない、っていうのがありますね。マーケの施策なのにハブスポット側で持たせるんじゃなくて、セールスクラウド側で持たせようかみたいなところ、10分の2なんですけどまだ言っていいですか？次行きましょう。じゃあ続いて商談なんですけど、多分商談は結構紐付きがあるので、商談商品、価格表、見積もりのところまで4つの機能を教えてください。どんな機能ですか？それとフライク社はどう使ってますかっていうところですね。商談はもう商談ですよね。商談は商談です。もうお客さんと商談ですね。帰ろうかな。帰るかな。商談は商談ですよ。お客さんと商談のテーブルに立って進めるときに、一番最初の問い合わせがありましたっていうところからしっかり受注のところまでの管理とか、その中でしっかりと管理しておきたい項目とか残しておきたいこととか、あとは何でしょうね、営業会議とかでよく使うような情報、金額の情報とか、いつ受注すんの、次何すんのみたいな情報っていうのをしっかりと管理するっていうのが商談ですね。で、これに紐づいて4つ目の商談商品が出てくるんですけど、何提案すんのって話ですよね。パソコンを売ってるような業者さんであれば、その1個の商談で、例えば法人で100台パソコン契約したいですってなった時に、じゃあ MacBook Pro のなんちゃらインチが30台で、なんかセキュリティソフトがそれに30入れて、Windows が70台欲しくて、みたいな形で、一商談に対してたくさん提案するものが出てくるので、ここの部分を管理するのが商談商品っていう機能です。で、次、価格表ですね。これは商談商品と似たり寄ったりですけど、そのパソコン1台の金額って基本的にもう決まっているので、それをしっかりとマスターとして持たせましょうっていう観点ですね。で、価格表、メニューブックみたいなイメージなんですけど、この価格表の中に商品があって、この価格表上は1万円だよ。でも、お客さんによっては掛け率で9割で売るお客さんがいるのであれば、9割用の価格表があって、同じ商品でもこっちは9000円だよ。みたいな形で、1商品に対していろんな価格を設定できるっていうのが価格表っていう機能です。で、見積もりはそのままもう見積もりですね。商談商品っていう形で、セールスフォースの商談に対してパソコン30台、70台っていうのがあるので、これがそのまま見積もりのデータになって、めちゃめちゃダサい見積もり書が出てくるっていう機能がセールスクラウドの見積もりの機能。言ったね。言っちゃいましたね。あれ使ってる人いないと思いますよね。多分そこですよね。なかなか使わないところって。あれなんででしょうね。すこぶるダサいよね。ダサいですね。すこぶるダサい。なので使ってない。使ってない。じゃあ具体的にセールスクラウドを使ってる企業さんでバリバリ使いこなしてる企業さんは商談は使うじゃん。はい。商談商品も使うよね。使ってるケースありますね。価格表も使ってる。はい。で結果見積もり書はダサいから使ってなくて SVF クラウドとかオプロさんの長距離 DX とか
そういうのを使っあれて、テラスカイさんのテラスカイさんのスカイビジュアルエディターは帳票もできますけど、どちらかというと SVF クラウド、違うそれウィンスカイビジュアグアップさんルエディターとかもまあ使えたりはしますね。見積書前職は前職は完全に作ってましたね。フライクが開発した時みたいにもう自社であー VF で、今説明聞いた感じだったら全部の機能すごい便利そうだとは思うんですけど、使わない理由ってやっぱ見積もりのダサさだけなんですかね。であとは使いにくさもあるかなっていうふうに思っていて、Excel で見積もり作るのめっちゃ楽じゃないですか。上に株式会社フライク様担当名入れて、商品で MacBook5 台いくらで明細バーって売っていきますけど、Salesforce ってデータが分かれてるんですよね。具体的にこの6番の見積もりで言うと、見積もりと見積もり品目って実は2個のデータに分かれているので、100行の明細を作りましょうってなると、100行の見積もり品目を全部画面遷移しながらポチポチ作っていかないといけないので、それだったら Excel で作った方が早いよねみたいな傾向。結論見積もりは使わなくてもいいってことね。見積もりは使ってほしいんですけど、見積もりを入力する UI をカスタムして入力しやすくすると使えてくれるんじゃないかなって思いますけど、やっぱりベンダーさんによってはなるべく開発をせずにやった方がいいよねっていうスタンスのベンダーさんもいらっしゃるので、それを聞いて、そうだねってなった企業さんはもう使いにくい、無理だなってるんでしょうね。では続いて売上予測なんですけど、売上予測ってどういうふうに使っているユースケースあるんですかっていう質問です。売上予測は、商談に入ってるペケペケペケ商談1000万みたいなのが入ってた時に、じゃあこれっていつ売上に上がるのとか、上がる確率どれくらいあるのみたいなところをしっかりとこう分析していくっていう観点の機能が売上予測ですね。で、結構いろんなアプローチがあって、商談に対してどうなのっていう見方もできれば、さっきあった4番の商談商品に対してその商品の区分ごとに対してどうなのっていう見方ができたりとか、あとは見積もりは見れたのかな、明確じゃないですけど、商談に紐づいてるいろんなデータに対して予測ができるっていうのが売上予測ですと、あとは10番の話もしていいですか？よかろう。セールスパスっていうのが10番の中にありますけど、これはちょっと名前聞くとんってなる方いらっしゃいますけど、商談を使ってると上の方にある山根ですよね。フェーズ、左から右にブラーって進んでいくやつがセールスパスっていうんですけど、実はその中に売上予測分類とか角度みたいなのが紐づいていて、例えば問い合わせが来た時には角度 5% だよねとか、例えば内諾までいったらもう 90% だよねみたいな形で確率が紐づいているので、そのセールスパスのフェーズの状況に対して、例えば1000万の商談でも、問い合わせの時はそれは 5% のいくらだ ?50 万として見るみたいな形で売上予測が見れたりとか、あとはセールスソースでいうとロールですよね。組織図に対してこのロールに対してどのくらい売上予測があるのかとか、あとはテリトリーっていうのもあるんですけど、チームみたいなイメージですね。チームに対してどのくらい何月の何週目に売上があるのかっていうのをこう見れる。いろんなアプローチがあるので、企業さんによって見てる軸は違うと思いますけど、商談の中に持ってるいろんな情報をもとに売上の予測がどうなっていくんだっけみたいなのを見る機能っていうのが売上予測になります。使ってました塾？使ってなかったんですよね。見ないで待って。見ててください。見ないで。何も書いてない。多分今聞いて、思ったのが2つあって、はい、1個目は多分その機能ってレポートで作ってたんだけど、実は売上予測で見れたんじゃないかなっていうのが1つ。わざわざ自分たちでレポートを頑張って作ってたけど、売上予測っていう機能を使えばできたんじゃないか説ってことですね。っていうのがまず1つですね。なるほど。でもう1個が、とはいえ見積もりとか見積もり商品を使ってなかった私の企業だと、それってちゃんと見れてたのかなっていうところですよね。結局全部の機能を使って初めて売上予測って見れるんじゃないかなっていうのがちょっと思いましたね。おっしゃる通りですね。確かにロール使ってない企業さんとか結構いるし、テリトリーもあんまり商談チームの管理もしてないってなってくると、もう見れる軸が1個減っちゃう。で、商談商品使ってなければ商品アプローチでの見方もできなくなっちゃうので、結果商談のフェーズと金額と完了予定日のこの3軸でしか見れなくなっちゃうので、だったらレポートで見た方がもっと見れるよねっていう観点はもうその通りかなって思いますね。ちなみになんですけど、やっぱこうシンボリさんの話を聞きながら思ったこととして、セールスクラウドってユーザー数が多いというか、ちゃんと九州地区エリア、四国、中四国、中国エリアだよねとか関西とか近畿とかっていう風にちゃんとエリアが分かれてて全国展開しているような企業さんとかはより便利に使えると思うんだけど、うちみたいに少人数でコンサルやってますみたいなところって
そんな使う余地ないなってちょっと思ったんですよね。確かに。あと商品ラインナップがうちシンプルじゃないですか、はい、あとはシンプルじゃないって言ったら失礼だけど多岐にわたってるお客さんで価格表というかこのお客さんは9掛けですとか8掛けですみたいなところの企業さんは使いこなしてほしいなって改めて思いましたね。エンプラ向けですよね、どっちかというと、セールスクラウドフルフル使う人たちって。だってこれ使わなくても管理できちゃうじゃんっていう組織結構いますもんね。じゃあ続いて残り2つなんですけど、契約から教えてもらっていいですか？契約はもう契約ですね。はい、以上。じゃあ9号目。契約は契約です。商談が受注した後の契約管理をしましょうとか。でもこれ僕すごく好きなんですよ、実は。で、契約って何がいいかっていうと、承認ができるじゃないですか。承認のワークフローが飛ばせるので、このお客さんと受注しました。受注ができたから契約ではなく、ちゃんと承認申請が通って、ちゃんとそれが社内的に OK だったから契約が作れるみたいなのフローが作れるところはいいなと思って、契約はやっぱいい機能だなって思います。そうですね。まあ、全体通してやっぱりこの単体の10機能プラスフローとかを使いながら、こうなったタイミングで自動的に契約、例えば商談が受注して承認されたタイミングで契約を作るとか、あとはなんだろうな、これもフローですけど、契約の期間をちゃんと持ってれば、契約終了の3ヶ月前に自動的にスラックにピョンって飛んできて案内しなさいよとかっていう、この組み合わせを使うっていうのはやっぱりセールスソースのすごくいいところだなっていうふうに思います。最後、はい、Gmail、Outlook 連携です。はい、最後 Gmail、Outlook 連携。これアインシュタイン活動キャプチャー。アインシュタイン活動キャプチャーっていうのがあって、これメールだけではなくてカレンダーとも連携ができますと。要するにセールスクラウドなのでしっかりと営業の足跡を残していきましょうっていう観点ですよね。で、その中に活動とか行動とかタスクの ToDo とかっていう機能がありますけど、それめんどくさいじゃないですか。メール送った後にこのメールしたよってもう一回セールスソースに登録をするとか、お客さんに対して訪問したよってカレンダーに入れてるのにまたセールスソースにも入れないといけないっていうのがめんどくさいので、 Google さんとか Office365、マイクロソフトですねと連携をして送ったメールが自動的にセールスソースに入ってくるとか、あとはカレンダーの情報がセールスソースに入ってくるみたいな形で、日頃のこの業務をしてればセールスソース側にちゃんと営業の足跡が蓄積されてるよねっていう機能っていうのが9番の Gmail、Outlook 連携になります。じゃあこんなたくさんの機能がある中で、どれだけの企業さんがこの機能を使ってるかっていう利活用チェックシートっていうのを実は作ったんですよね。実は前の動画で細かいのは作ってみたものの、一旦機能を使ってるかどうかの簡易チェックをしたいっていうお客さんもいたので、この Excel を作ってみたんですね。ちょっと見てください。セールスクラウドの機能を縦に並べていて、勝手ながら重要度っていうのをつけてます。高中低をつけてます。この利用有無を丸×つけてくれると点数が出るようになってるんですよね。重要度が高いになってるのは15点、中になってるのは10点、低になってるのは5点です。これは無料でダウンロードすることができますので、概要欄に貼っておきます。何も情報入力せずに勝手にダウンロードしてねっていう、ただの Excel なんでね、お金もらうのもあれなんでっていう内容を用意してます。その結果をぜひこの動画を見てる方に伝えていただきたくて、点数を3つに分けてるんです。85点以上、65点から84点、64点未満の企業で分けてるんですけど、85点以上の人たちってどういう企業さんなのか。セールスクラウドの利活用マスターの皆様たちです。本当に主要な機能っていうのをもうほぼフルフルに活用されていて、その中で使いにくいとかっていう声よく聞きますけど、使いにくい中でも自社でいろいろインプリをして作って活用されてるってことはもう本当に十分にしっかりと活用して社内で回ってる企業さんなのかなっていうふうに思ってます。で、今使いにくいっていう言葉を言いましたけど、そこの部分に対してちょっと開発を入れたりとか自動化を入れてあげたりとか、何かアプリを入れてもうちょっと入力しやすくしてあげるっていうのをしていくっていう多分フェーズに次はなってくると思うので、引き続きセールスクラウドをしっかりと使っていただきたいなと思います。で、この次の64点から84点以上の企業が多いのが僕理想なんだと思うんだけど、多分85点以上が1割、多分65から84が2割弱になっちゃうと思うんですけど、とはいえ65点から84点以上の企業さんにメッセージ。セールスクラウドを利用するポテンシャルはあると思います。ほぼいないだろうという予測ではありましたけど、半分以上は使えてるっていうところがあるので、もうちょっとこれも自社で使えないかなとか、あとは多分知らない機能が結構多いと思うので、そこを知ることによって、これうちでも使えるじゃんってなってくると思うので、もうちょっと取り入れて、さらなるもっと効率化であったりとか、あとはせっかくセールスソース使ってるので、受注率を上げるとか売りを上げるみたいなところっていうのにも有効活用していただきたいなっていうふうに思います。最後、多分ね、8割方これだ
だと思ってる。遠慮して言ってるけど多分9割だと思ってるけど、8割方64点未満の企業になるんじゃなかろうかと思ってるんですけど、どういう企業さんですか？ 4 回目で。セールスクラウドのライセンスに見合った価値を十分に引き出せていないです。残念ながら。じゃあどういう風な選択肢があるんですか？頑張ってセールスクラウドを使うとか、なんかセールスクラウドをどうにかできるみたいな選択ってあるんですか？まずは10個の機能説明しましたけど、これをまずちゃんと知ってほしいですね。あ、こんな機能あるんだっていうのを知ってもらって、自社にちゃんと見合った使い方ができるのかっていう効果測定をしてほしいなっていうふうに思います。それでも、いや、うちには合ってないよねっていうことであれば、本当にセールスクラウドである意味がないので、もうセールスフォース解約するのか、例えばセールスソースもセールスクラウドじゃない、また買いライセンスあるので、そっちに変えて最低限使える状態を作るとかっていう形で、まず使えるのかをちゃんと判断して、使えるのであれば、もっと活用して 85% 以上目指しましょう。いや、うちに合わないな、だったらライセンスを下げましょう。最適化しましょうっていうところになるかなっていうふうに思います。じゃあ質問いいですか？はい。私の会社だとセールスクラウド使ってるけど、やっぱり見積もりは Excel の方が使いやすいっていう現場の声がすごいあるんですよね。自分たちがセールスクラウドを使っていくべきなのか、さっきみたいに何か別の方法を考えるべきなのかでいうと、そういうのってどうやって判断していけばいいと思いますか？ウェブでフライクって検索していただくと、フライクのホームページがあるんですよ。イケメンがボーン出てるようなやつイケよね。メンがガーン出てくるので、そのイケメンの顔をクリックすると、問い合わせフォームに飛ばないですけど、問い合わせフォームがあるので、ぜひそこからですね、気軽に別に営業するつもりはないので、ご相談をいただければ、誰かが対応して、ちょっとセールスソースの誰かがね誰か誰かが出てきますので、この動画に出てる誰かが出てきて、ちょっと実際のお話をしながらどういう風に使ってるのっていうのをこう教えていただいて、じゃあセールスソース、セールスクラウドを使い続けた方がいいのか、いやそうじゃなくてこれはもったいないよっていうのはアドバイスできると思うので、ぜひまずはお問い合わせでも YouTube のコメントでもいただきたいなっていう風に思います。この前ですね、いや昨日の話だよね、これね。昨日の話なんですけど、セールスソースのライセンスを、年間で5、600万ぐらい扱ってます。もうちょっと安くしたいとか、ライセンスを最適化したいですっていう問い合わせをもらったんですね。ただ結論、めっちゃ使ってたんですよ。で、使いづらいって言ってるから、画面を開発しましょうかみたいな話になったんですね。そしたら、今のベンダーさんだったらできるできないの判断をしましょうみたいなところで一旦終わったので、ただの相談会でしたね。でした。で、他のお客さんの時には、本当使ってこなしてないっていうかね、よう、あんた5年も使っとったね、セールスソースみたいな。よう、解約せんかったね、みたいなお客さんいて、そのお客さんはね、ガツンってライセンスが減って、来年の更新のタイミングには、ちゃんと最適なプランになる。コストがこう下がるわけですね。3分の1ぐらいだよね。 3分の1って言わないんじゃないですか。5分の1ぐらい。で仮に2万で3000円に変わったら8分の1ぐらいそれ言い過ぎかな。7分の1ぐらいかな。7から6ぐらいの1なので、その費用をもっと利活用する構築費用とかに当てたりとか、なんか別の投資に当てたりとかできるので、そのお客さんはね、Google ドライブ使いましょうかとか、Box 使いましょうかっていうところでライセンスが、セールスクラウドを安くする上で、セールスフォースはそのまま使って、で、使ってない機能だったので、別に構築とかもミニマムで済むし、ボックスのライセンスを契約しましょうみたいなのだったんで、お客さんハッピーだよね。そうですね。しかもこういう立ち位置で相談できる場所ってあんまりないですよね。営業されちゃいますからね。大体代理店さんなので、やっぱり使ってほしいっていう着地ありきの相談であることが結構多いような気がしますよね。そうなのでフランクに問い合わせをもらって、僕ら誰かが対応すると思うので、ライセンス構成の見直ししたいあなた、ぜひ私たちフライクにお問い合わせをください。今日の動画はここまでです。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。最後までグダグダとしたね、動画を見てくださって本当にありがとうございます。最後、いいねボタンとチャンネル登録忘れずによろしくお願いします。では、次の動画アップまでお楽しみに。バイバーイ。